大御所秀忠に呼ばれた宗則は100万両か大阪城を欲しいとの駿河台納言忠長の書状を見せられた。その頃十兵衛は駿府外れで黒装束一味に襲われているお藤と岡地を助け江戸に連れ戻った。老中酒井忠世の陰謀により忠長謀反の海上が出回り、宗則は忠長を陥れようとする罠に立ち向かった。しかし忠長は甲府蟄居の身となった。宗則は親子の情を薄き忠長の哀れを思い胸が詰まった。そして我が子左門と又十郎に思いを重ねるのだった。大御所秀忠の死後、寛永11年、将軍家光は後水尾天皇に拝謁のため上洛した。宗則は道中奉行として旅の安全を図り、家光の身辺を守った。そして十兵衛もまた宗則の命により影の護衛として密かに随行した。又蔵、いかがした？異変か？いえ、将軍様が急の発熱で亀山のご城下にお宿の予定のところ、急遽石薬師塾の妙法寺に。上様がご病気？はい、お殿様が十兵衛様に伝えろと申されて。父上が？小兵衛、急ぐぞ。東海道石薬師塾は江戸から101里35町、京へ33里3町の鈴鹿川沿いの宿場である。お脈がかなり早うございます。お熱が下がらぬうちは明朝のご出立はご無理かと思いますが。寝殺しです。この場は済みましてございます。よし。特攻十字の文様。十字。とすると敵はキリシタンの一味では？キリシタン？でも十兵衛様、襲ってきた奴らは根頃忍者の一味に違いありません。小上様の言う通り、根頃とキリシタンなどとは考えられぬことですが。キリシタン、クルス、そうか。あるいは摂津の神の縁者かもしれんな。肥後の小西行長の文様、確かクルスのはず。関ヶ原の戦で捕らえられ斬首されたという豊臣方の。やはり懸念した通り、上様上洛を狙って豊臣の残党が根頃と組んで。なんでしくじったでは済まぬぞ。は、申し訳ございません。しかし刑部様、宗則十兵衛の柳生役に阻まれ。言い訳にはならん。宗則が家光を守っての旅であることはすでに承知のはず。
それにしても宗則め、奴がいたのでは容易には家光を討てん。何やつだ。根頃の丹兵衛さんよ、あっしですよ。お前は久しぶりだな。八尾路。とんべ、おやつ何者じゃ。あ、雑賀の忍びで。八頭寺と申します。いや、何ね、丹兵衛親方の采配ぶりをとっくり見せてもらったんですがね。どうもね。何。おっと、怒っちゃいけねえや。家光をやるには宗則をやるしかねえ。あっしはそう思うんですがね。やはり。二人ともよく飽きもせず鼓を打ち笛を吹きだな。いや、やめないでやめないで。私が来たからといって遠慮することはない。いやな、近頃ではお藤殿の笛だけでは何か妙に物寂しく、兄上の鼓だけではこれまた物足りない。やはり笛と鼓の音が聞こえると妙に落ち着かぬ。おかしなものだな。そうやって仲良く並んでいるのを見ているとまるでひな人形だな。又十郎。又十郎様と言ったらご冗談を。母上、今兄上とお藤殿を冷やかしてきたところです。並んでいる姿がひな人形みたいだと言って。ひな人形。しかしお藤殿も兄上と鼓を合わすようになられてから寂しさが消えて明るくなりましたな。よかった。ところで母上は相変わらず仏壇相手ですか。旦那様がご無事にお役目を果たされますようにとご先祖様にお祈りをしているのです。心配などいりませんよ。父上は殺されたって死ぬような人ではありません。本当ですよ。いかなる事態が起きようと決して動ぜず、常に冷静に判断して適切なる処置を行わねば。父上のことなら私などより母上の方がよく知ってるな。それに母上、十兵衛兄上も一緒ですからね。心配などいりませんよ。仏壇に手を合わせるくらいなら鬼の犬間の選択でのんびりした方がいいですよ。又十郎様ったら。母上、またまた。つい。お約束ですぞ。わかりました。又十郎。その通り。心配ない。少し静かにしていればすぐ治るゆえ。兄上。大丈夫ですか。母上、大丈夫です。
いつもの軽い発作ですから。またそのようなことを。あれほど良安先生に注意をされているではありませんか。今すぐお薬を持ってきますから。母上、私が取ってきます。さもしっかりするのですよ。さも。奥方様、申し訳ございません。私が無理に左門様に包みをとお願いしたために。違う。母上、お藤殿が悪いのではない。私の方からお藤殿に頼んだんです。左門様。左門様。おかじさん、良安先生を呼ぶように頼んでください。はい。さもしっかりするのですよ。左門様。さも。やっと落ち着かれました。しばらくこのままに。はい。ではお大事になさいませ。決してご無理をなさいませんように。発作が度重なれば大事に至りますゆえ。はい。本当にご面倒をおかけいたしました。宿場の佇まいからしてバカに静かだな。危険が潜んでいるとは見えんな。だけど十兵衛さん、根殺しは忍びの中でも鷹の目と言われるほど、どんな手段を浪しても狙った獲物は逃さぬ奴らです。鷹の目か。十兵衛、猶予はならん。直ちに出立。友の者に密かに伝え。はっ。母上、母上。父上から頼りが参りました。旦那様から。はい。よかった。ご無事で今日にお着きなされたとの知らせです。ほらご覧なさい。毎日仏壇の前に座って母上が案じられるほどのことはなかったではないですか。左門にも知らせてやりましょう。喜ぶから。奥方様、左門様なら先ほど足慣らしにと申されてお嬢様と出かけられました。お藤さんと病み上がりだというのに。私もお体を心配してお止め申したのですが。お藤さんと。
いつまでもご好意に甘えてはと思い、お殿様が今日からお戻りになられたらどこぞ住む家を見つけて移らねばとおかじとも話しているのですが。出て行くと申されるのか。そうしなければと。お藤殿、あなたの笛がいなくなったら鼓みはならん。私はこの柳生の家に生まれながら父上や十兵衛兄上や又十郎のように剣を命として生きる術とてない。子供の時からの真の象の持病で上様のもとにそば御将として仕えたのもつかの間、病のためにお役を退かねばならなかった不忠者だ。そんな私を父上は一言も言わずじっと見守っていてくれる。私は申し訳なくて、ならばいっそのこと養生などやめて命を捨ててしまえと。左門様。いや、今は違う。今は違うのだ。あなたと知り合って私はこの命を大切に大事にしていきたい、そう思ったのだ。こんな私に果たしてあなたを幸せにできるかどうかわからんが。左門様。お藤殿、この雨が降るというのにどこかに雨宿りしていればよいが。無理にも私がお止め申せばよかったのに。おかじさん、実は左門とお藤さんのことですが。知ってらしたんですね、二人のこと。申し訳ございません。身寄りのないお嬢様がかわいそうで、つい左門様のご好意に甘えて。正直言ってお嬢様のあんな嬉しそうなお姿はついぞ見たことがございません。それだけに私とて左門の気持ちもお藤さんの気持ちもわからないではありません。花なればつぼみがほころびようとする時、でもそれだけに今が大事な時だと思うのです。お藤さんを、いえ左門も不幸せにはさせたくない。母上、兄上を探してまいります。この雨では兄上の体に良くないですから。私も。寒いか。
母上、この小屋の中には兄上はおりません。きっとこの先の弥生神社で雨宿りをしているに違いありません。こっちを探してみましょう。心配しなくてもよい。もう私はお藤殿を離さぬ。左門様。申し訳ございません。遅くなりまして。お藤さん。雨宿りをしていたものですから、また十郎に聞いて心配かけてすいません。左門。はい。いえ、雨に濡れたでしょうから早く着替えた方が、冷えると体に毒ですからね。母上、お話が。早くなさい。母上。風邪をひいたらどうするのです。兄上。母上、兄上が。左門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 。峰次郎、両安先生を早く。落ち着いてまいりましたが、予断は許しません。このまま静かにしてしばらく様子を見ることに。おかじさん、ここはお藤さんにいてもらって、私たちはあちらで先生と。左門様。お藤殿。左門様。私は死なぬ。死ぬもんか。死にゃしない。あなたと二人で生きてゆくのだ。左門様。御前、将軍出立は3日の後と決まりました。何、3日の後？
何としても徳川を倒さねばならん。今日の六条河原で家康のために無念にも斬首された殿、摂津の神様の今年が33回忌。いかにしてもお恨みを果たさねばならん。まずは宗則が血祭りじゃ。柳生宗則、貴様の命をもらう。小西摂津の神様のお恨みの刃、受けてみ。
飛べ。飛べ龍様。寛永11年7月11日、将軍家光は宮中に3代後水尾天皇に拝謁し、天爵で天拝を賜る栄誉をいただき、覚えめでたく事を終えた。そして家光は道中奉行としての宗則の労をねぎらい、青い紋付きの羽織並びに杯を賜った。宗則、無事帝に拝謁できたのも危険な道中見事事なきを得たはそちの働きのおかげじゃ。宗則、世の気持ちじゃ。遠慮のを収めてくれ。もったいのうござりまする。上様をお守り申し上げるは臣としての宗則の務め。当然の断りにかかるものを頂戴いたしましては。遠慮いたすな。父上亡き後、そちが世の父も同然。宗則、今後も世のために頼むぞ。上様。京への上洛の旅を無事に終えた将軍家光はつつがなく江戸城に戻った。道中奉行としての総目付職宗則の功績大である。このことは後年宗則が江戸城外郭修築における不審奉行として抜擢され、1万石の大名に列する大きな足がかりともなった。お藤殿。十兵衛様、お殿様もお帰りなさいませ。一体どうしたのだ。左門様がご病気で。左門が？お藤殿。左門、しっかりするのですよ。お藤殿。お藤殿。今また十郎が呼びに行ってますからね。すぐに参ります。左門、お父上が。父上、お帰りなされませ。どうした左門。しっかりせい。病に負けるなどお前らしくない。父が帰ってきた以上きっと治してみせる。しっかりせい。少し休ませてあげた方がよろしゅうございましょう。申し訳ございません。
私の不注意で雨に濡れてそれが元で。なぜ今日の宿に知らせなかった？左門が知らせてくれるなと。父上は上様をお守りしての大切な御用旅ゆえ決して知らせるなと。良安先生は何と？お藤殿がお百度を踏んでいた。お藤さんが。父上、左門が父上に話があると申しております。左門が？父上、長い間ありがとうございました。左門。父上のご期待にも添えず恩返しもできぬうち先にたたではならぬ不幸をお許しください。左門、何をバカなこと申す。子が親に先立って要さるなど許しがたき逆縁じゃ。そのようなこと許すわけにはまいらん。心配いたすな、心配いたすな。養生すればきっとよくなる。父上、お願いがござります。私が死んだらお藤殿のことを。お藤？お藤殿をこの家にいつまでも。わしはな、お藤殿をわしの娘同様に思っておる。いつまでもこの家にいてもらうぞ。もう一つお願いが。最後にお藤殿の笛が聞きたい。やめてはならん。笛を吹くのじゃ。はい。兄上。サモ。
左門の突然の死は宗則の中に大きな空洞を残した。その痛みは音を立てて胸をついた。宗則は耐えることで自らの柳生の剣をさらに善の道へと深めていった。